今日は久しぶりに東京のストリートでマイカーの72年式 911D をドライブしています。今朝の6時半で気温はもうすでに15度もあって春らしい朝を迎えています。日本はもうこの季節は桜が咲くんですけど、今日はねまだどこも咲いてなくて、あと1週間ぐらいで綺麗なね桜の花がたくさん見れるんじゃないかななんて思います。この 911T に搭載しているエンジンが 3.4 リッターのレーシングユニットなんで、ちょっとねこういったね東京ストリートのようなゆったりと走らせるような状況だと、まあ正直言って扱いづらいは扱いづらいんですけど、ただねそこはさすが911なんで、そこからトルクがすごく太いんで、こういったねストリートの状況でもちゃんと普通に走ってくれてますね。日曜日の早朝なんで本当に道が空いてますね。いつもだいたいね撮影するときは平日なんでトラックとかね、まあこれから出勤される方とかそういった乗用車もたくさんいるんですけど、今日はねガラガラで久しぶりに快適に911を走らせることができてます。自分で運転するのはもう2ヶ月ぶりぐらいなんですけど、その間ねずっとねガレージにしまいっぱなしだったんですが、さすが911っていうかね、普通にセルを回してあげたらエンジンは一発でかかるし、そして何もねなかったかのようにきちっと走ってくれるし、こういったね信頼性の高さ、もうね60年以上前の車ですからね、驚きますよね。まあサスペンションセッティングもねサーキット寄りに振ってる足回りなんですけど、まあ、シートもこういったねコンフォートタイプが装着されてるんで乗り心地はすごくいいです。まだね走り始めて5分ぐらいなんですけど、ようやくねトランスミッションのオイルも温まってきてギアもスムーズに入るようになってきました。まあやっぱりハードなねスポーツ走行を想定したそういったミッションオイルとエンジンオイルを使ってるんで、暖気をねしっかりしてあげないとちょっとね硬いんですよね。疲れた方もいらっしゃると思うんですけど、実はねカラーリングを変えたんですね。この美しいグリーンカラーは当時純正オプションだった色で僕の一番好きな色なんです。まあオリジナルのね色ではないんですけれど、本当この愛らしいルックスにとっても似合っているカラーだと思います。まあでもね RSR ユニットなんですけれど、アイドリングもねピタッと安定してて、この辺りはね、まあ、インジェクションなんでさすがだなっていう感じですよね。ポルシェはこの
軽さですよね。今ねちょっとコーナーをクリアしましたけど、そんなね状況でもひらひらってね、やっぱりポルシェってね、昔の空冷の911はみんなオートバイっぽいって例えがあると思うんですけど、これはねこの軽さなんですよね。四輪とはね思えない、スムーズって言ったらいいのかな。ちょっとこの辺桜咲き始めてますね。このフットワークのね軽さ、これが真骨頂ですよね。軽いからこそのこの加速の良さ、そしてブレーキもね軽いからこそスッと止まってくれる。やっぱりスポーツカーにとってはねこのウェイトが本当に重要なんですね。近年ね新しい911も一番軽い車でも1400キロ以上ありますから、この当時の年式の911と比較してしまうと大人がね6人ぐらい乗っかっちゃってる計算になるんで、それはねやっぱり全然違いますよね。ですからこれだけ時間がね経って新しいモデルが次から次へと出ているんですけれど、この60年代70年代そして80年代のね911が今全部価格が高騰してるんですよね。これはねやはり物としての素晴らしさ、ただね古いっていうだけではなくて完成度の高さやある意味新しい車が失った良さ、そういったものを持ってるからだと思うんですね。もちろんね操作系はパワーアシストが何もないんで、ブレーキもかなり動力を必要としますし、この車は強化クラッチが入ってるんで、クラッチペダルはね正直渋滞には絶対はまりたくないくらい重たいですし、ステアリングもねもちろんノーアシストですからそれなりの腕力が必要なんですけど、でもだからこそね間違った操作をね車が正してくれるっていう、そういった側面もあって、急にねステアリングが軽くなればアンダーステアが出てるんだなって知らせてくれますし、しっかりとね手応えがあるハンドリングであれば高いグリップ力を発揮させてるっていう、そういったねインフォメーションをステアリングだけでもたくさんドライバーに与えてくれるんですね。でブレーキもね初期制動をしっかりとかけてあげないと制動距離が伸びてしまうんですけど、新しい車はねもうどこからでも踏み出してあげたら高性能の ABS がタイヤをロックさせることもなく車をきちっと止めてくれますけれど、このナローの911はそんなことはなくて、ブレーキをロックすればねスーッと減速してるのに加速するような、そんなテイストも感じられて、でその時にねやっぱりペダルにもブレーキロックしちゃってるんだって伝わってくるんですね。ですからそんなねたくさんのインフォメーションを車が与えてくれる、そんなところも今振り返ってみたらやはりね万人向けにたくさん電子制御で安全なね運転ができるようにって、ある意味優しい車側が人間に寄り添ったそういった工業製品の進化の仕方をしてきていると思うんですけど、でもそれによってね逆にね失ったものもたくさんあって、
ったね失ったものを考えた時に、そこが逆にね希少価値につながってるのかななんて思います。7000まで回るユニットは本当に気持ちいいですね。本当ちょっとね走らせただけなんですけど、満足感というかね手応えがすごくありますね。こういうねドライブフィーリング、こんなね楽しさ、あと映像では伝わらないんですけど、触媒がついてないんで結構ね独特な香りがする排気ガスのこんなね匂いとか、エンジンから伝わってくる鼓動とか、そして手応えのあるねステアリングやブレーキ、クラッチ、そしてシフト操作まで全てがねなんか操る楽しさをより増やしてくれているっていう、そんなテイストでね、こういった本当に人間がねたくさんの仕事を要求される乗り物ってもうね古い車しかないんですけれど、でも一度これにねハマるとかなり重病患者にはなっちゃうんじゃないかななんて思いますね。クラッシック911最高ですね。さて今日はねちょっと首都高も走ってみこようかなと思ってるんで、これから高速道路に向かいます。いやでもねこの911で首都高を走るのは久しぶりですね。行きましょう。久しぶりにね首都高を走ってみましたけど、やはり路面がそんなにね平坦ではなくて、結構継ぎ目もギャップも大きめのところが多くて車が跳ねるんですよね。ですからそういった場所ではやはりすごく慎重になねステアリング操作とアクセル操作を要求されますけど、結構ね本当黙っちゃうぐらい運転に集中させられますね。やっぱりそういったねところはこの補助デバイスがね何にもついてない911ならではのドライビングフィーリングですよね。やっぱりね軽いんで、本当コーナーもねクイックに曲がってってくれるし、とにかく細かいね修正作業はたくさん要求されるんですけど、またそれがね自分が操ってるなっていう、そういった満足感を高めてくれるんで、確かに911は運転が本当に難しいんですけど、でもこの難しさをね乗りこなせた時の喜び、やっぱりねスポーツドライビングの醍醐味を本当に味わわせてくれる最高な一台だと思います。